おはようございます。たかしです。本日は4月23日火曜日、ただいま8時2分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からですね。現在日足 GMMA の青帯は上向き。ただしこの黄色のライン、過去の高値に当てたこのラインっていうのは結構上値を重くしておりますので、そのあたりまで上がってくると下落。ただかといって下値も結構硬いんですよね。GMMA に接触すると反発するという、そういう動き方をしておりますので、GMMA の青帯ぐらいまで下がってくると、そこからは反発上昇。そして、現在ですと193円手前ぐらいまで上がってくると、そこからは下落という、そういう幅でのレンジですね。大枠でのレンジになっております。ストキャスティクスは今高値圏からデッドクロスはしてきております。MACD も少し弱くなってきましたので、下落方向に動きやすい。ここのところがちょっと上値が重かったので、下落方向に動きやすい試合ではあるんですが、現在は GMMA の青帯付近にぶつかっておりますので、ここからは反発上昇方向をイメージしておきたいですね。もちろんこの GMMA の青帯を下抜けてくると、この辺り次白い水平線がある188円ぐらいまでは下落するとは考えるんですが、現在地付近っていうのはやはり反発上昇しやすいところにありますので、ここを下抜けるのか、それとも本日ここから上昇していけるのかっていうところに今日は注目です。では4時間足です。4時間足はこの緑のボックスと黄色のボックスを描いておりました。今はその中で動いておりまして、この金曜日に一度下抜けて、そして昨日はこの黄色のボックスの下限に一度戻しをつけてからの下落になってきております。そして再び緑のボックスの下限まで昨日は下落してきましたね。ただここっていうのは過去のこの抵抗ラインに当たります。過去何度も反発してますよね。ですので、ここを抜けられるかどうかですね。昨日の安値の 190.4 付近を明確に下抜けられるかどうかっていうところに注目です。現在はボックスの下限から昨日反発してきてちょっと中途半端なところにあります。インジケーターを見ても分かりにくいですよね。ですので、例えば昨日の安値ぐらいまでもう一度下落してくると、そこからのダブルボトムなんかでの反発上昇を狙えると思いますが、現在地付近からは少しトレードはやりにくくなりそうですので、一度下落を待つのか、もしくはこの黄色のボックスの下限ぐらい 191.7 付近まで上昇してからのそこからの反発の下落を待つのか、その辺まで待つのがいいと思います。では1時間足です。4時間足はちょっと分かりにくい場所にあるっていう話をしましたが、1時間足は今 GMMA の青帯がこれ下落トレンドになってきてますよね。この金曜日からダラダラと下落してきておりまして、そして昨日なんかも GMMA の青帯にぶつかってそこからの下落になっております。で、ここで注目なのがストキャスティクスの動きですね。ストキャスティクス高値圏からデッドクロスして下落する、この動きに合わせてチャートも綺麗に下落してますよね。そして現在ストキャスティクスは今高値圏からデッドクロスしてきておりますので、本日ここから下落していけるのかどうかっていうところを見ておきたいです。もし下落してきた場合は先ほど言ったようにダブルボトムですね。昨日の安値とのダブルボトムでの上昇っていうところが考えられますし、もしこのまま上昇してきた場合、本日ここから下落できずに上昇してきた場合は、昨日もこの反発している黄色ライン、黄色のボックスの下限のラインですね。このラインからの次もう一度反発下落っていうところを見ておけるといいと思います。ですので、まず本日はここ現在地付近からの動き方に注目ですね。現在は GMMA にぶつかってきているので、ここから下落するのか、それともこの GMMA に張り付いて再び上昇してきて、昨日の高値ぐらいまで上がってくるのかっていうところを見ておきたいです。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円は昨日はじりじりと上昇してきて、すごく分かりにくい動きをしておりました。現在は155円手前のところで揉み合っている。そして昨日若干高値超えをしてきているので、本日もこのままじりじりと上昇するのかっていうところですね。ストキャスティクスは高値圏にありますので、そろそろ調整の下落、日足の GMMA 付近まで調整の下落をしてもおかしくないのかなと思いますが、現在日足の GMMA は152円付近にあるので、そこまで下落してくるのか、現在地付近からそこまで下落するっていうのは現実的にちょっと難しいかなと思いますので、もうしばらく現在地付近で横もみするだろうという、そういうイメージを持っておくといいと思います。では4時間足です。4時間足を見ていてもかなり分かりにくいですね。金曜日からのこのじりじりという上昇がすごく分かりにくいなと思います。現在ちょうど155円にだいぶ近づいてきてます。今が154.8付近ですので、155
155円手前ですので、やはり155円っていうのは分厚い壁になってますので、そこには到達できずにそろそろ下落方向に動くのかなとも思っております。日足のストキャスティクス高値圏、4時間足も今高値圏からダラダラと下落しようかなというところにありますので、まずは4時間足の GMMA 付近までもう一度戻してくるようなダラダラと下落していく。押しとしては浅いんですが、現在はこのあたり154円から155円の間でのレンジと考えておきたいので、現在地付近でのレンジを想定するのであれば、155円手前の現在地っていうのはやはり下落圧力がかかりやすいところにありますので、現在地付近が上限、そこから154円ぐらいまでの下落はイメージしておきたいんですが、昨日のこのじりじりとした上昇、本日も続くのであれば、このまま155円を超えてくるかもしれませんので、その辺は注目ですね。では1時間足です。昨日の動きかなり分かりにくいですよね。GMMA の青帯は上を向いておりますので、基本は上昇トレンドなんですが、この金曜日からのこの上昇がすごくじりじりとした上昇で分かりにくい動きをしてますので、こういうところではトレードを極力しない方がいいと思います。インジケーターも方向感がありません。ストキャスティクスはずっと高値圏に張り付いております。4時間も日足も今1時間もストキャスティクスは高値圏ですので、やはり一度大きめの下落をしてもおかしくないと思うんですが、基本的には円安方向にトレンドができておりますので、あまりドル円は下落するというイメージではなくって、押しをつければそこからの次の反発の上昇ですね。例えば昨日安値ぐらいまで下落してくれば、そこからの上昇の流れに乗っていく方がトレードは安全ですので、今みたいなこういう高値圏に来ると逆張りをしたい人も多いかと思いますが、あまり逆張りはお勧めしませんので、基本的にはこの上昇トレンドについていくですね。1時間も4時間も日足も全部上昇トレンド中ですので、下がったところから押し目買いを拾っていくっていう、そういう考え方でいるのが安全です。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。